どうも、弁天クルーのタイガです。今回はですね、もうなんか、いい意味で、ちょっとよくわけわかんないスニーカー手に入れちゃったんで、ご紹介したいなと思います。それがトラビス・スコットとフラグメントデザインと、あとナイキのトリプルネームコラボですね。エアジョーダン1ローです。はい、というわけで、スニーカー自体の紹介というか、なんか詳細をこう動画にしてるのはね、この間アップしてるんで、そっち見てもらった方がいいかなと思うんですが、この靴のお話なんですが、いや、もう正直、本当わけわかんないというか、本当に、なんて言ったらいいのかな。販売するんだって言って発売されたんだっていうのがちょっと驚きで、というのもリークは結構前々から出てて、確かね、一番最初はトラビス本人が履いてる写真がなんかパパラッチされてるのがね、リークであって、どうやらファーストモデル、2019年に発売されたトラビス・スコットのジョーダン1のコラボレーションモデルのちょっと色が違うやつ。で、その時は確かオブシディアンカラー、で、なんかリークされてたのかな。はい。とりあえず第2色目が出るぞっていう風にリークされてて。で、どんどん日が経つにつれて、あれどうやらなんかフラグメント関わってるらしいぞ、みたいな話が出てて。僕の中ではまさかそこまでフラグメントがこうシャシャリ出てくるって言ったら失礼なんですけど、そんなことないだろうと、一般発売はないだろうなと思ってたんですよ。いわゆるこう、ファミリー&フレンズモデルみたいな感じでね、こうちょっとお遊びで、お二人が作って、履いてんのかなと思ってたんですけど、いつの間にか販売、いつの間にかっていうか本当に販売されるとは思ってなくて、で、今回はちょっと自力では、ゴッテムすることができなかったんですけどもね、僕の相方の大ちゃんがスニーカーズで当ててくれたんで、ちょっと今回手に入れることができました。トラビスも、藤原宏も、なんて言ったんですかね、もう皆さんご存知っていう感じなんで、ちょっと話は置いとこうかなと思うんですけど、この靴のお話をした方が、ディティールとかをね、詳しく見ていった方が、いいのかなと思います。僕あんまりトラビスは聞かないんですよね。ちょこちょここう聞くぐらいで、僕どっちかというと向こうのラッパーだとカーニエの方が結構好きだったりするんです。前回の2019年のトラビスコラボも、そんなにこう自分の中でビビッと来てなくて、結局持ってないんですけど、実際実物ももうなんか、履いてる人をちょっと見たぐらいで、手に取ったこともないんで、今回これが初めてですし、あと何よりジョーダン1のローカットもね、僕今まで買ったことがなかったんで、本当に初めて尽くしなんですよね。で、なんで欲しかったかっていうと、僕で言うとやっぱり藤原宏世代でもないんですけど、やっぱりちょっと上の人が世代になるのかな。僕の世代ってどうなんだろう。エープのニゴさんとか、あとはバウンティのヒカルさん。ヒカルさんもちょっと上の世代か。あとなんだろうな。ジョニオさんとか、あと宮下さん、ナンバーナインの宮下さんとか、こうパリコレ出て行っててみたいな。こう日本のストリートシーンの結構変革期が、なんて言ったらいいかな。僕が、こう、ファッションとかに目覚めた頃だったと思うんですよね。あと、なんだろうな。N ハリーとかオバナさんとかもそうですし、あとラッドミュージシャンとかもありましたね。ちょっとストリートからちょっと離れるかなっていう感じなんですけど、でもやっぱりそれでもこう藤原宏の影響っていうのはこう、やっぱり僕たち世代にもすごく色濃くて、で、そっからフラグメントデザインができて、やっぱりこの稲妻マークっていうのはなんかこう僕ら世代にとってはすごくビンビン来るものがあって、はい。今回はトラビスっていうより僕は藤原宏が関わってるっていうので、これちょっとどうしても欲しいなっていうことなんですけど、手に入れられてよかったかなと思います。早速ね、ディティールの方見ていきましょう。はい、というわけでディティールなんですけど、そうだな、一番、あれですね。ボックスから今回はちょっとお見せしようかなと思って、ちょっとびっくりなんですけど、これね、よいしょ。こんな感じでなんかクリアのね、ボックスに入ってるんですよ。ボックスがクリアのこうケースに入ってるっていう。ちょっと僕が今まで買ってきたナイキのスニーカーだとこんなのはなかったんですけど、前々からこういうのなんかで発売されてたんですかね。ちょっとわかんないです。僕のちょっ
知識では初めてな感じだと思うんですけど、ちょっとびっくりですね。こんな感じでナイキとか、あとサンダーロゴも入ってるし、トラビスのカクタスジャックのこういうなんかロゴ、マークも入ってますね。ちょっと特別感あふれるデザインになってます。箱は、なんつったらいいかな。普通の AJ1 のハイカットよりもちょっとちいちゃめの、箱ですね。色がすっごい綺麗な、ちょっとホワイトとブルーのボックスとなってます。じゃあいよいよね、スニーカー本体なんですけど、まずアウトソールですね。アウトソールはミリタリーブルーというカラーリングになってます。いつも通りのジョーダン1の、ソールですね。パターンはそんなソールパターンとなってます。で、これ動画でわかるかな？ミッドソールに関してはね、セールカラーです。ホワイトじゃなくて今回セールカラーっていう。なんかこうパッと見ややこうちょっとヴィンテージ感ある感じもしますね。僕セール好きなんですよね。はい。ナイキバイユーか、今は。バイユーとかで作るときも、僕結構セール選びがちなんですけど、はい。僕にとってはすごいいいポイントですね。で、インサイド側のね、ミッドソールに、こんな感じで、フラグメント特有のこう、なんていうのこれ。タイポグラフィーか。がこういう感じで入ってますね。この辺いい感じだと思います。僕、これなくてもいいかなと思うんですけど、ちょっと、藤原宏は入れがちっていう感じですね。ここ削れたりしないのかなちょっとよくわかんないですけど。コンバースのね、フラグメントデザインのコラボ持ってるんですけど、それはね、アウトソール側にあったかな確か削れちゃったと思うんですけど、これもインサイド側だったらちょっとどうなのかなっていうような感じですね。で、アッパーですね。アッパーがね、色味めちゃくちゃいい感じなんですけど、やっぱりインサイド、アウトサイドで全然違って、まずですね、ここのレイヤーの部分はブラック。で、アッパーのこのつま先の部分とか、あとセンターパネルとかホワイトになってます。で、ヒールカウンターの部分とかヒールですね、に関してはブラックとミリタリーブルーが入ってます。で、インサイド側のスーシュはブラックで入ってますが、アウトサイドはもうザ・トラビスですね。反転逆スーシュが入ってます。で、逆スーシュに関しては、これはね、セールカラーとなってます。で、レザー基本的にスムースレザーが使われてるんですよ。結構質いい感じですね。張りがいい感じ。なんか最近のナイキさんにはあんまりないような、ちょっと、パッと見で質いいなっていうような感じですね。ただね、反転スーシュ、逆スーシュに関しては、脂肪感強めのシュリンクレザーですね。が使われてます。はい。いい感じですね。で、ここね、これも動画だと多分見えないと思うんですけど、インサイド側の、ブラックのスーシュの下にね、カクタスジャックのロゴが、こうなんか樹脂系というかラバー、なんつったらいいかな、ちょっと塗装されてるような感じになってまして、これね、多分、ちょっと光当ててないんでわかんないですけど、多分リフだと思うんですよね。いや、リフじゃないかな光んのかなちょっとごめんなさい、わかんないですけど。ここ隠れギミックみたいな感じで入ってますね。で、ヒールなんですけど、ヒールめっちゃ凝ってるんですよね。まず左足なんですけど、カクタスジャックの、トラビスのレーベルのロゴに、こんな感じで、マークも入ってるっていうような感じですね。マークはね、なんて言ったらいいかな、片押しでしっかり入ってますし、カクタスジャックロゴに関しては刺繍で綺麗に入ってますね。でね、マークでね、ちょっと面白いのがね、こいつね、ちょっと笑ってるんすよね。トラビスのカクタスジャックのこのマークってね、多分こう、逆のこのへの字口だったと思うんですけどね、これに関してはね、笑ってる感じで、はい、これいいですね。この辺がね、フラグメントコラボだと違うポイントなのかなと思います。で、右足側のヒールですね。はい、ウィングロゴが刺繍で入ってます。刺繍はそんな綺麗とも、なんとも言えないですけど、そこそこ綺麗に入ってるかなと思います。で、こっちですね、サンダーロゴが入ってます。ここもね、片押しになってます。
。いいっすね。やっぱりなんか僕はこのサンダーロゴに惹かれる傾向にありますね。はい。めちゃくちゃいいと思います。で、終端なんすけど、終端の色もわかるかな？これもね、白じゃなくて、セイルなんですよね。ちょっとこう、悪いように言うと黄ばんだようなカラーリングになってまして、終端ロゴもね、こんな感じで、ナイキってしっかり入ってるんですけど、ちょっと面白いのが、まず、右足で言うとね、カクタスジャックのロゴが入ってまして、で、左足に関してはね、フラグメントデザインという刺繍もされてます。これいいなと思います。ちょっとこう見えないんですけどね、上から見た感じ、こうやって紐をちゃんと結んじゃうと見えないんで、あれなんですけどね、見えないところすごいおしゃれだなと思います。で、ライニングですね。ライニングは、これなんて言ったらいいかな。メッシュ素材、ジャージ的なメッシュ素材に、カラーリングミリタリーブルー、インソールはいつものナイキエアーが入ってますけどね、これプリントすぐ取れちゃうだろうなと思います。気になる人はドライヤーで温めて、インソール剥がして別のやつ入れ込んだ方がいいかなと思います。でね、シューレースなんですけど、結構驚きで、っていうか僕、初代を持ってないんでわかんないんですけど、初代もそうだったんですかね。シューレースはね、デフォルト合わせて4色ついてるんですけど、そのどれもが、ワックス加工されたような、つるっとした固めのね、シューレースがついてるんですよね。これすごいなと思いました。高級感あるなと思います。はい。セイルカラーと、ブラックと、あと、ピンクと、あと、ミリタリーブルーですね。4色ついてるんですけど、まずブルー刺してみたんですけどね。ブルー、どうだろうな。なんかちょっと浮くなっていう感じがして、ピンクの方が、この2つだと僕的にはお気に入りですね。はい。続いて、ブラックとセイルカラーですね。やっぱりセールがなんかいい感じかなと思いますね。なんか合ってるなと思います。ブラックはほんとシックな感じで、多分一番合ってるんじゃないかなと思うんですけど、あんまり遊び心を感じないんでね。はい。僕はデフォルト通り、ちょっとセールカラーで行ってみようかなと思います。で、あとすごい細かいところで気になったというか、こういう作りなんだって思ったのが、別にこれ、トラビスフラグメントコラボじゃなくてもだと思うんですけど、ここわかりますかね？スタビライザーの部分のシームね、曲線になってるんですよね。これって確か、よいしょ、ちょうどありました。85? はい。の時もね、ここ曲線になってるんですよね。はい。通常のジョーダン1 OG だと、よいしょ、ちょうどここに並べてあったんですけど、ここは直線でね、シーム入ってるんですけど、こいつ、85と同じくでね、ここのシーム、曲線になってるんだなっていう。これちょっと正直知らなかったですね。ジョーダン1のローカットの OG モデルはこうなってるんですかね。OG モデルってなんだろうな。あれ OG だったのかな。僕、昔、2015年だったかなに、シャドウが確か出たと思うんですよね、ローカット。それすごい買おうかなってすごい悩んで、結局スルーしたんですけど、あれ買っときゃよかったなってちょっと今後悔してるんですけどね。はい。とにかくね、ローカット、ジョーダン1のローカット自体履くのほんと初めてなんで、とりあえず履いてみたいと思います。はい、履いてみました。いい感じ。当たり前ですよね。デニムは今回僕はもう中学からずっと履いてるポロポロのデニムなんですけど、薄いデニムに色合うんじゃないかなと思います。あとは黒のカーゴパンツとかが僕的にはいいのかなと感じてますけど、サイズ感は僕いつも毎サイは 25.5 で、今回も 25.5 ですね。はい。ジョーダン1のハイカットは6とか 25.5 どっちかなんですけど、今回は 25.5 でちょっとジャストですね。なんか第一印象軽いなっていう感じですね。フォース1とかダンクと比べてもなんかちょっと軽い履き心地な気がしますね。なんかいいんじゃないかなと思います。ジョーダン1のローカットほんと初めてなんですけど、なんか新鮮ですね。僕からするとすごい新鮮な気がします。もうちょっとロールアップした方がいいかな。なかなかいいな。
セールのシューレースとこのミッドソール、すごいいい感じだと思います。後ろこれロゴ見えてんのかな。いいですね。あ、これマジでいいな。なんか、すごい使い勝手良さそうなスニーカーですね。なんて言ったらいいのかな。プレネとかにちょっとびっくりしちゃうんですけど、これ、普通にガンガン履くのにめっちゃいいカラーリングだと思います。はい、というわけで今回は、トラビス・スコットとフラグメントデザインと、あとナイキの、トリプルネームコラボですね。エアジョーダン1のローカットのご紹介でございました。カラーリング的にすごい落ち着いた、なんて言ったらいいのかな、シックな、割となんか大人な、色味かな、と思うんですけど、青がちょっと子供っぽいっちゃ子供っぽいんですけど、でもね、上から見た感じ、本当にすごいいい感じかなと思うんで、なんだろうな、僕、これちょっと綺麗な服装で合わしたいなと思います。セーターとかシャツとかで、ちょっと合わせたら、スラックスとか履いてね、その辺もいいんじゃないかなと思ってます。ちょっと今履くとなんか、ドヤ感出ちゃうんで、ちょっとほとぼり冷めた頃に、しれっと履いてやろうかなと思ってるんですけどね。はい。非常にちょっと、本当最初にも言ったんですけど、本当に販売するんだっていう、ちょっと未だに興奮冷めやらぬというか、びっくりしてるスニーカーでございます。はい。実はね、まだまだちょっとスニーカーいろいろ買っておりまして、はい。まだ全然レビューが追いついてないというか、そもそもまだ下ろせてないのがどんどん溜まってるような大渋滞状態なんで、また今後も動画上げていきたいなと思いますので。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.